4、5、こんにちは、小城です。ついに待ちに待った。じゃじゃん。じゃじゃーん、これ買いました。いいな、いいな、いいな。で、最初2月ぐらいに発売されるっていうふうに言ってたんですけれども、今5月末ですよねになんとか届きました。以前にもね細かい仕様とか紹介したんですけども、実際現物が来たんで見ていきたいと思います。箱でかいっすよねこれ、ね、見てくださいこれ、でかいなと思ってね、箱のサイズだけちょっとね測ってみようかなと思ってねまず横67センチ、はい67、はい、縦21センチ、高さ25センチぐらいだね、かなりねよくあるレディーセットと比べると全然大きい感じになりますんで、はい、開封いきましょうか。はい、サクッ、サクッ、じゃじゃん、じゃじゃん。ほい、おっと、送信機受信機のスイッチを入れる際の注意という紙が入ってます。取扱説明書ですね、使用前にっていう風になってます。ここだここだ、ここをカットして、であとこっちもカットして、これで引っこ抜くの？じゃじゃーん、出てきた出てきた。引っこ抜く感じですよね。ボディ開けちゃいますよ。じゃ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 ーんと。うわー、いいねこれ。これやばいよ、見てください、もうガチだもんねこの辺、本当に綺麗だよ。あとすげえなと思ったのがワイパーついてるし、あとミラはいはいはいはーね、あとこっちリトラ、あ、これ開くんだよね。これ開くんだけどちょっと今、そうね、触ってボキっていくと嫌なんで今このままにしておきますけども、こんな感じで切ってね、こうなってるんでこれを外しましょう。でこれもはい、取ると、じゃじゃーん、結構厳重に梱包されてますね。開けてみましょう。これなんか付け方が特殊なんやって。これ前は引っ掛けの後ろが挟み込み、キュッて押すと取れるという風になってますね。おお、簡単だ。はーい。でこうなってます、裏側。はい。でこれすごいなっていうのがボディの裏にさ、こういう風にちゃんとライトパーツもついているっていう、で電飾もつくようになってるんですよね。でリトラも今こうやってへっこんでます。やばいねこれ、全然クオリティいいよ。マニュアルついてます。これが結構分厚い感じなんで、結構ねしっかりしたマニュアルがついてます。こういう感じでオプションパーツとかそういうのがねいろいろ載ってますね。だからこれを見ればね何買っていいかっていうのも分かると思います。であともう1個のマニュアルが、これはこっちが取説ですよね。こういう感じでどうしましょうこうしましょうっていうのがあるんで、注意点があって、これ電源をオンにするときは水平なところに置いて電源をオンにしてくれっていうかあるね。ジャイロかな。そうそうそう、ジャイロの関係だと思う。電源入れたらしばらくは触らないでくださいっていうふうになってますね。なのでちょっと一昔前のジャイロはそんな感じだったような気がするね。じゃあこっち行きます。はーい、これねもう1個の箱になってます。開けちゃいます。こうか。よし、こんな感じ。まずプロポ入ってます。結構立派なやつだね。結構ねこう滑り止めもついててね、ちょっとオフセットされてる感じ、書くのが。でここでいろいろスロットルトリム、ステアリングトリム、デュアルレートとかスロットル EPA リバースとかそういうのもいろいろありますよね。なかなか立派な感じですよね。これも電池入れますか。単3が4本になります。こまごましたものがついてます。これなんだろう、これボディピンかな。でネジと、あとこれはホイールの取り外しするものとかねついてます。これ何かちょっと分かんないんだけどね。はい、これは多分アタッチメントかな、ボディの。であとこれはディフューザーか、これ。かっこいいじゃん。今ねこういう感じでディフューザーが多分こういう感じでつくんじゃないかな。そうだね。もしアンプをこれを前にする場合とかはここにこういうふうにつける形になってますね。今はもうリアアンプになっててこれで守られてます。ちゃんとなんかいろいろいっぱいついてます。これダンパーの輪っかとかね。回すタイプじゃないんだね。回すタイプではないね。こういうやつで
ダンパーの硬さを調整してもらうというふうになってます。これ何種類もね、薄いやつから厚いやつまでいろいろ入ってお、すごい。はーい、すげえな。はいはい。すごいね。であとこれバッテリーがついてないので、あコネクタがブラシの、それ用のアンプですね、はい、でサーボがついていて、でコネクタはこの T タイプですよ ね。はい、これで今こういうタイプが必要になるんでね、こういうコネクタなんで、はい、でこれをねこれバッテリーがショート用にも確かこれできるんだよね。これだ、この子だよね。これはね、皆さんお持ちのバッテリーに合わせてもらってやって、こういう風に変えます。大丈夫ね。じゃあこれピンつけていきます。ちゃんとこういう感じでね、刺すように溝が切ってあります。なので安心してこれつけてもらいますね。気持ちこの取り付けが手間かなって感じがするけどね。でこれでもう電源入れちゃっていいんだよね、これ。ということになります。プロポ電源入れましょう。はい、オン。きた。ピコピコピコン。でこっちがどこだ？あ、ここだね。ここ。これね、アンプはよくある中、でこれで電源入れました。アッカーマン見ましょう。はい、じゃ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 ーん。あれ、結構切れるね。意外といけるんじゃねこれ。で反対側、すげえ。あ、なんか揃ってる。でジャイロの効き具合見てみましょうかね。あ、最初からなってる。でステアリングデュアルレート、ステアリングトリム、ちょっと曲がってるか。あ、でも一緒か。多少ズレがあるんだなこれ。画角増えるのこれ。なんか書いてあるよ。どれ？デュアルレートでいじっていくとあ、ここ？画角が右に回すとこれ画角が多くなるらしい。これをがっつり回すと、ガボッ、あ、おおすげえ。来た。おお、何これ、やば、すげえ。来ちゃったんじゃないこれ。でアッパーアームはね、これここにカラーが入ってこれで長さ調整してありますよね。でロアはほぼ固定かなこれ、なんとなくここのアッカーマンの調整のところはこれ一本もんだね。ロアアームもこれも多分カラーとか調整でいけるそうな感じになってます。でネジ類はこれ六角だね。でサーボがいて、でホイールベースここで調整可能と。それがいいな。これは多分簡単に変えれるんだよね。多分これポンポンポンって外してザクっていく。でリアもこれね、説明にあった通りこれ長さ調整可能。これやばいよこれ。やば。よし、これも走ってみよう。前をここに爪があるんで合体させて、で後ろがここに穴があるんでここに合わせて、爪があるもんで押しながらやると今スコッて入りました。これでも固定ですね。意外といいかもしれない。じゃあちょっともう走ってみよう。本コースでぶっ壊すといかんで、まずは初心者コースに行きますね。はい。ついにシェイクダウンします。おお、ちょっと待ってね。これ今吊るしで走ってるんですけども、ちょっとリアが出やすい感じですよね。原因はね、受信機についてます。マイナスのドライバーがいるな。受信機側にジャイロの原因があるってことなんですけども、多分ここかな。一番最初の初期でやった感じは結構滑る、結構滑る。だからタイヤ結構これ固めじゃないかな。あと最初平行な場所で電源入れようとしとったんで、さっきそうやってやったか覚えてないんで、ちょっともう一回やり直しますね。これか。電源入れたらね、3秒待ってくださいだって。じゃあ入れますよ。まあ3秒ぐらい経ったね。じゃあここでね調整します。じゃあちょっと原因をね上げます。あ、今マックスにしたんだけども、こんな感じ。じゃあさっきの全然。聞いてなかった？聞いてなかったかな。ジャイロを上げてだいぶ今これマックス。
ああさっきよりだいぶ楽。楽。スピードが遅めだねこれ。なんかね、さっきのステアリングの原因の隣にスロットルの原因っていうのもあるんだけど、これだいぶ抑えてあんのかな。今だいぶねまったりな感じ、ね、動きまったりだね。パワーがねあんま出てない感じなんで。じゃあ多分じゃあこれスロットルもちょっとだいぶマイルドなんでちょっとそれも変えてみましょう。スロットルもじゃあマックスにしますね。これで変わるのかな。あ多少変わったかな。タイヤが結構滑るタイヤ。タイヤでドラ滑る気がする。なんか回転の割に進んでないもんね。なんか結構ねこれね硬いタイヤだと思うよ。ちょっと今本コースも行っちゃおう。ディスクブレーキがキランと光ってかっこいいよね。そう。ちょっと辛そうだねでも。プラプラッとプラプラッと。ジャイロマックスだとねハンチングが気持ち出るね。走れるは走れるけど結構慎重に乗る感じ。ねちょっと落とそっか。あとパワーがもう少し欲しいな。もしかしてパワー上げる場所どっか他にもあるのかな。ちょっと遅くなったね。じゃあこれでいってみよう。三浦さんとか小泉さんにちょっと乗ってもらおうかなと思って。こういうこのぐらいの狭いエリアとか狭いコースだったら全然まだありだねこれ。ちょっともう一回あっち走りますね。あと止まるのが早いんで後でちょっともう一回バックラッシュ見てみた方がいいかもしれないね。このタイヤはめちゃくちゃ滑る。初期でもう気持ちトーアウトの方がいいような気がする。だいぶパラレルだもんね。そこら辺はいじれないのか。これはねちょっとここが一体もんでいじれないもんで、もうちょっとパワーが出んかなと思ってね。結構止まりがコギングが強いっていうか止まりが速いもんね。じゃあこれで今ジャイロをちょうど半分ぐらいにしたと思います。さっきマックスでやってだいぶハンチングが出て、じゃあちょっと45度落とそうで落としてまああのぐらいだったんで。落ち着いたかな。ブルッとは来ないね。ねえよしじゃあ 3度目の正直ちょっと言ってきます。若干出るな。
あがハンチングはちょっと出るね。今半分もうちょい落としてみようか。これはね、よくある初心者用っていうのは結構食うイメージタイヤがついてるじゃないですか、これはもう真逆だねこれ。じゃあもう45度下げます。あ、しまった、今スロットル触っとったわ本当だ、あかんわ。もう一回ジャイロを45度下げて、これでいいのか。これはブルブルだ、いつまでたっても。あ、すみませんすみません、勘違いしとった。ちょうど真ん中に変えました。もう一回でアクセルマックスのちょっと落として、これでいけるか。めちゃ滑る。これだとちょっとむずいね。半分戻してちょっと難しいなこれ。多分ね、もうちょっと調整がいるなこれ。じゃあ45度戻しぐらいで、なんかねジャイロ緩めたらね、マックスの時はフラフラでまっすぐ走ってくるんだけど、まあハンチング出るけど、これをさっき半分ぐらいにした場合はなんて言ったらいいのかな、あんまり効かないもんで、だいぶハンドルでの補正がストレートでいるようになって、それで余計フラフラする感じを受けたかな。あのフォグランプがいいね。黄色いフォグランプ。シェイクダウンで乗っとる身としてはヒヤヒヤですけどねぶつけて折れたらいかんと思ってこれ光らしたらやっぱかっこいいね。それかこれバッテリーがないのかな。足が柔らかいね。まあジャイロはこんなもんかな。ちょっとバッテリーもしかしてパワーがないのかなと思って、その辺をちょっと検証してみたいと思いますね。僕のバッテリーが終わってるのか。パワーはね乗った感じ結構抑えめ。これが単純に僕のバッテリーがないだけなのか。よし、バッテリーを念のために変えてみました。バッテリーがなかったのかもしかして。なんか元気がいいぞ。あ、なんかパワーが出る気がする。あ、これパワーの調整だ。ちょっともうちょいパワーが出てる気がする。あ、変わったバッテリーだった。パワー調整だこれ。あ、さっきより楽さっきより楽だよ。さっきより楽になった少しなんか走りが違うね。さっきは辛かったもんな。これだともうちょいスピードが乗るから、こういう感じでコーナーリングとかは。お、いいじゃんいいじゃん。あが
ないちょっと誰か乗ってみる？タイヤはめちゃくちゃ滑るパワーは一応大中小ってあんなあるの知らなくて、最初一番低いところでやってたから結構難しかったけど、パワーを上げたらある程度いい感じになったかなって。でハンチングはやっぱりちょっと出るかなみたいな。いやーテンションすごいわ。これめっちゃむずい本当はっきり言うとむずいこれね、スロットルの位置がちょっと分かりづらいけど、分かりにくい人はこれ連射でもいいと思うんだよね。これなんかね、オンオフオンオフをこうちょこ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 やって最初慣れて、そのうち中間の指使いが慣れてくるといいかな。であとこれデフじゃなくてソリッドだから、はいでローパワーだもんでコーナー角度つけてはい。えらいスピード落とすと止まるね。ああそうですね。あれデフがあったら多分そのままいっちゃうと思うんだけど、はい。ソリッドそうですよね。すごいモーターの落ち込みもすごく激しいので、なのでもしかしたら、はいバックラッシュとか見てやって。はい。そうですね。もう少し転がりよく、そのメカニカル的な転がりが欲しいですね。ブラシモーターだからゆっくりもっと回転落ちるのかなと思ったら、もうストン結構がっつり落ちるじゃんね。落ちる。うんもうこあうまいうまい。ういや今みたいにストンと止まっちゃうんだよな。あれは多分ねデフだと思うよ。あ、デブなんですか。だから基本タミヤだヨコモでも全部デフついてんだけど、やっぱりパワーがないもんでデフつけてるじゃんねあれ。ああそうです。あでも慣れてきましたね。ちょっと慣れてきましうんた。あうまい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 。いえなんか不甲斐なくてすいません。ちょっと戻りまはーい。す。じゃあちょっと小泉選手ちょっとこういうの得意じゃないですかね。ゲテモノ小泉。うん。はい。さすがですよ。ゲテモノ小泉頑張れ頑張れ。もうこれ RCDC 出れますねこれは。さすがですね。小泉さんは本当ねユニークな車をね作られるから、こういうのも小泉さんうまいじゃん。うまいよ。うまいうまい。いやそうなるよね。わざとやってるわけじゃないんですマジで。これタイヤが滑ってるんですか？え？タイヤが滑ってるかパワーがなくて前に進めないのかが。いやタイヤが食っとればもっとスピード出るもん。まあこんな感じですかねうん。今日のところは。まあまあでもまあ楽しいは楽しいですね。練習になりそうだよ。忖度なしのレビューはい。もうしちゃいますね。乗ってみてちょっとね説明書読めばいいんだけど読まずにもうとにかく走りたいからっつってもう僕走っちゃったもんで、はい。でまさかの罠があってここに3段階のやつがあるんですよね。これでパワー感が変わるっていうまさかの状態があって、なんで一番最初僕乗ってた時もう超ローパワーで走ってたんでストレートでめっちゃ我慢したんですよ。でしょうね。で特にここのコースはストレートが長いんで、は余計なのかなっていうのはちょっと思いましたね。操作はちょっと難しめな感じで、ヨコモさんのドリパケット比べると、はいなんて言ったらいいのかな、まあいい勝負なのかなっていう感じはしまそうしたよね。ですよね。うんはい。多分こいつもスロットルを離した時の落ち込みが結構激しかったんで、これもしかしたらバックラッシュきついのかなっていうのはちょっとふと思いましたね。あ大丈夫だよ。でジャイロに関しては一番マックスにするともちろん乗りやすくはなるんですけども、ハンチングが結構出る感じがしますよね。で少し下げていくとまあちょっと難しい感じ、まあ、小さいコースとかでやれば全然まだいけるのかなっていう感じはしましたよね。そうですね。であとタイヤがめちゃ滑る、ここね硬くてびっくりしたんですけども、まあ、これはね滑った方がいい練習にはなると思いますね。あんまり食っちゃうと結構難しかったりとかするんで、そうですね。あとデフが入ってないんで、もう本当に低速でコーナー曲がってる時落としすぎちゃうと食っても止まっちゃうっていう感じになるんで、その辺はちょっと煽り気味に乗らないといけないのかなっていう感じはしましたよね。まあ初心者向けっていうのは、まあ大概ちょっと難しめなんですよね。そうですね。ドクターミラーどうでした？難しかったです。正直言って、ぶっちゃけて言うと、でも言われた通り練習するには練習できますし、例えばいきなりサーキットじゃなくてこう
なんていうんですかね、駐車場とかで、ご自宅の駐車場とかで練習するっていう風だったらいきなり多分できると思うんですね。ただそれをなんか難しく考えてラインを狙っていくだとか、そういうのにはちょっとやっぱりオプションパーツとかそういうのを待ちたいなと思う一面もありますね。となんかなんていうんですかね、こう塔を変えたりしてみたいなっていう感じはしますね。そうだよね。塔はいは正直ちょっと変えたいなって思ってちょっとかなりストレートでパラレルみたいな意味だったんで、これをもう気持ち開くと、はい、ハンチングがだいぶ収まるんで、そうですね。まあその感じかな。すごい路面を拾っちゃうなって感じがするので、まあでもゆくゆく出てくるんですよね、いろんなパーツがこれは。まあ多分何でもつくと思うよ。多分そうですよね。なので、まあそういうカスタマイズをこう楽しむというベース車としてはもう全然 OK でしょうね。まあ本当にこれでね実売3万6,000円とかまあそのぐらいっていうところで、まずこのボディがついてるっていうのがまず。魅力的。そうです。ディテールもいいですしね。あとこういうキットにしてはすごくいろんな機能ついてないですよ。いや本当ついてるよ。多機能だよこれ。はい。この金額でこれっていうのはねちょっとやばいと思うよ。そうですね。ジャイロのその原因いわゆる聞き方っていうのはこっち触んなきゃいけないけど、でもそれ以外のこと意外に触れますよね。全然触れる。すげえと思った。だからこの金額でこれっていうのは、まあ教授さんよく頑張ったなっていう感じがすごいですよね。はい。小泉さんなんかある？オイルベースがいじれるっていうところがね、あれが魅力的だなと思って、いろいろそうですよね。ボディ乗せれるし。はい。じゃあ京商さんからさ出てるああいうねでっかいかっこいいボディあるじゃないですか。そういうのも乗せれるってこと？いい。こんな感じです。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。